こんにちは、ゆうかです。今私は岡山県に来ています。これから東京に帰るんですけど、今日は初めてのサンライズ瀬戸に乗って向かいたいと思います。じゃん。今回予約できたのがシングルデラックスというお部屋なんですけど、もう予約が全然取れなくて、とっても人気なお部屋なんですよね。夢にも出てくるくらい乗ってみたかったので、乗車前からとっても楽しみです。それではサンライズ瀬戸で行く寝台列車の旅楽しみたいと思います。もう21時過ぎということもあってお店が結構閉まってて駅弁が買えなさそうです。ここの改札の横にセブンがあるのでここでちょっと食べ物を買ってきます。でこのまま止まって1年越し。岡山ということできびだんごとかも売ってる。いつもと違うラインナップでいいですね。あった、サンライズ瀬戸出雲22時34分東京4番線ですね。出発まであと30分ぐらいあるんですけど、ちょっと今日は見たいものがあるので早く来ました。多分人気だから早めに行った方がいいところ取れるはず。7号車と8号車の間で行われるらしい。あ、すでに待機してる人がいそう。この辺かな。ちょうど岡山だとサンライズ出雲とサンライズ瀬戸の連結作業が見れるらしくて、7号車と8号車の間で行われるらしいです。一番前で見たいな。来た、サンライズ久しぶりだ。ベストポジションじゃない？じゃん。前に切り離しは見れたんですけど、連結は初めてだからドキドキ。ちなみに人がめっちゃ集まってきてます。すごい、なんか作業してる。すぐ出発らしいので11号車に向かいます。急げ、置いてかれたくない。11一番先頭で見れて満足。11の25番。発見25。じゃーん。おお、めちゃくちゃ広い。荷物を置くスペースまである。へえ、初めてのA寝台。やったー、楽しみ。おお、意外と時間に余裕あった。あ、動いた。やったー、出発。
22時34分、ついにサンライズ瀬戸が岡山駅を出発しました。東京までの732キロを約9時間かけてゆっくり走っていきます。初めてのシングルデラックス旅、せっせと楽しみたいと思います。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号、サンライズ出雲号、東京行きです。止まります駅は姫路、三宮、大阪、静岡、富士、沼津、熱海、横浜、終点東京です。列車は前から14号車、13号車の順に一番後ろが1号車です。車内は一部の個室内を除き禁煙です。お手洗いは1号車と8号車は前寄りに、その他の車は後ろ寄りにあります。ラウンジとシャワー室は3号車と10号車にございます。シャワー室をご利用の際はあらかじめ3号車、10号車にございます自動販売機にてシャワーカードをお求めください。早速ですがルームツアーしてみたいと思います。まずここがドアなんですけど、ドアには覗き穴もあって、そして鍵もかかります。ドアの横にはハンガーがあって上着をかけてみました。めちゃくちゃ大きい鏡と手を洗うスペースもあります。朝ここでメイクできるからいいですね。鏡の横にはコンセントもついてます。そしてこっちには大きい机があります。上にはここは風が出てくる冷房かな、冷房がつきます。この電気はどこだ、ここはね、後ろの電気が消える。机の下には椅子があって、これはあれなんだろう、冷蔵庫かと思ったけど開かないから違った。あとはゴミ箱もあります。はい、失礼します。はい、お拝見いたします。はい、お願いします。はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてこっちには大きなベッドがあります。ベッドの足元にもスペースがあって、車内の案内がありました。私は11号車、ここですね。前に B 寝台のソロとシングルに乗ったことあるんですよね。A 寝台は初です。そしてベッドの脇には SOS ボタンと、あとはライト、これもライト、これもライト、これはここのライトですね。これはラジオの大きさを調整できるっぽいですね。ではヘッドホンがさせたり、ここではヒーターの調整もできます。ちょっとつけとこう、少し寒い。あとは時計があって、確かこれアラーム機能もあるんですよね。まだ使ったことはないんですけど、ちょっと使ってみようかな。そしてこっちにはスピーカーがあって、あとはアメニティがたくさんあります。これはいつもあるパジャマ、サンライズ出雲に乗った時も置いてあって、一回着てみたんですけど、私はあまり似合わなくて、ちょっとこれ着るか検討しますあとは枕があります。ちょうどいいサイズ。枕と、なんだこれは。初めて見る袋だ。巾着袋。サンライズエクスプレスって書いてある。かわいい。
これ持ち帰れるのかな。何かと便利そうな袋。中にはカミソリとヘアブラシ。これなんだろう。お、あ、石鹸かな。かわいい。箱付きの石鹸と、あとはシャワーキャップとシャンプー、リンス、化粧水、洗顔料とコットンとゴムと綿棒とポケットティッシュと歯ブラシ。そしてこれはタオルまで親切すぎる。すごい。これはなんだ。なんか入れれる袋とシェービングフォームとシャワーカードが入っていました。これありがたいですよね。前回シャワーカードを並ぶのに1時間ぐらい待ったので、今日はそんなに並ばなくて済みました。ちょっと空いてる時間にお風呂行きたいと思います。あとスリッパもありました。これも箱。アメニティがいっぱいすぎて楽しい。出発から30分経って列車は兵庫県まで走ってきました。さすがシングルデラックス。窓が大きくて開放感が最高です。こうして景色をまったり楽しめるのが寝台列車の醍醐味ですね。お腹が空いたので夜ご飯を食べたいと思います。じゃん。冷やし温玉ぶっかけうどん。これセブンで買ったんですけど、駅弁売ってるところがもう閉まっちゃってて、22時半出発だったので21時頃にはお店が閉まってどこもやってなかったんですよ。でも私岡山来る前に徳島にいたんですよ。マイフローラという夜行バスで徳島に行って香川県を経由して岡山まで来たので、うどんが食べたかったんですよね。なので香川ではないけどうどんを食べます。あ、そう、この前私ビール卒業したって言ったじゃないですか。なのでじゃん、今日でビール卒業しますキーホルダーを作りました。これがあればね、もう飲めなくなるので今日からこれをつけたいと思います。これちなみに概要欄から買えます。それじゃあいただきます。いや、これは違うんですよ。サンライズ、日が昇る、日の出、朝日スーパードライということで缶ビールをセットしてみました。美味しい。そう、冷めても美味しいものってちょっと難しいじゃないですか。やっぱ乗車してちょっとしてから食べようと思ったから、冷めても美味しいものなんだろうって思って、それもあってうどんにしました。ちなみにサンライズ瀬戸の料金は岡山から東京だと永寝台個室シングルデラックスが合計で 27,950 円で、その他の座席はこんな感じになっています。6種類あるサンライズの座席の中でもシングルデラックスはかなり人気なお部屋で、予約がとっても難しかったので今回奇跡的に乗車できて、人生に悔いはありません。あ、そうだ。じゃん。岡山らしいお酒もしたので買ってみました。岡山白桃サワーかな、白桃サワーかな。シャインマスカットもあったんですけど、やっぱ重にしました。乾杯。美味しい。ちょっとほろ酔いの桃と味が似てる感じがする。初対面のシングルデラックス。写真で見るより実物はずっと広々してて、コンビニのうどんも
いつもより89倍美味しく感じます。あ、そう、初対面といえば8月9日にイベントの開催が決定したんですよ。皆さんともぜひ初対面したいので、8月9日の予定は空白にしておいてください。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。少し休憩したら車内を探索してみようと思います。ということで早速車内の探検に出かけたいと思います。今私がいるのは11号車で、1から4がサンライズツイン、21から26がシングルデラックスになっています。通路を抜けた先の11号車と10号車の間にはこんな感じの洗面台があります。お湯と水が切り替えられるようになっていて、カーテンを閉めて半個室で利用することもできます。今回はお部屋に洗面台があるから多分使わないかな。洗面台の奥にはトイレが2つあって、中はこんな風になっていました。全然狭い感じはしなくて、手を洗うところがあるのもありがたいですね。通路を進んで10号車にやってきました。ここは懐かしのシャワーカード争奪戦跡地です。時間帯もあってかシャワーは使用中になっていました。一応チェックしてみましたが、やっぱりシャワーカードは売り切れていましたね。隣には自由に利用できるラウンジがあるんですが、人がたくさんいたので特急で通過しました。10号車には去年の12月に乗車した時の便寝台ソロの部屋があって、個室の中では一番お手軽な料金で乗れて、秘密基地感もあるので結構好きなお部屋なんですよね。さらに通路を進んでいくと9号車のシングルのお部屋が見えてきました。この車両は2階建てになっていて、ダブルデッカーっていうらしいんですが、これほんまデッカー？上の階のシングルはこんな感じになってるんですね。前に乗った時は下だったので、こっちもいつか乗ってみたいです。この先の5号車にはのびのび座席があるんですが、次回乗りたいのでお楽しみにとっておこうと思います。一通り車内の探検もできたので11号車に戻ってきました。A個室専用のシャワールーム、ちょっと中を覗いてみようと思います。10号車のシャワールームは時間帯によっては結構混雑しているので、専用のシャワールームがあるのはありがたいですね。お湯が出る時間は6分間しかないので、歌いながらバスタイムなんてしたら2曲目で積みます。でも6分間お湯が出続けるわけではなくて、途中でストップもできるのでご安心ください。サンライズは設備も充実してて本当に快適で、何度乗ってもワクワクさせてくれる大好きな列車です。そろそろ眠くなったのでパジャマに着替えて寝たいと思います。シャワーは明日起きてから浴びよっかな。じゃあせーの、じゃーん。今日は猫ちゃんパジャマにしました。ということでそろそろ寝ます。おやすみなさい。
はようございます。今までのサンライズで一番寝心地が良くて、気がついたら朝になっていました。調べたらベッドの幅がシングルとソロより15センチも大きいみたいで、そのおかげで一度も起きずに爆睡できました。まだ少し眠たいんですけど、眠気覚ましにシャワーを浴びてこようと思います。行ってきます。出発から7時間経って、列車は静岡県の熱海まで走ってきました。お風呂上がりに車窓から朝日を眺める贅沢な時間、とっても綺麗で最高でした。朝ごはんを食べに来ました。じゃん、牛乳とおにぎり、卵サンド、いただきます。部屋で食べてもよかったんだけど、ちょうどラウンジが誰もいなかったから、せっかくだからここに来ました。いただきます。今回初めてサンライズの2階のお部屋を利用したんですけど、前回よりも走行音が気にならなくて、景色も見やすくてとっても良かったです。ラウンジはやっぱり朝の方が空いていて、早起き得意&コミュ障の私にとっては、ここはもう天国みたいな場所です。ちなみにラウンジからの景色はこんな感じです。あ、そう、昨日食べようとして食べ忘れてたんですよ。じゃん、きびだんご買ってました。本当は寝る前に食べようと思ったんですけど、忘れてたので今食べます。岡山駅で買ったやつ。小学校の頃に桃太郎の劇をみんなでやったんですけど、私は桃太郎役になりたかったんだけど、喋るのが苦手で人見知りすぎて抜擢されたのはキジ役でした。思い出です。かわいいちっちゃいお餅、いただきます。白桃の味がして甘くて美味しいお餅。ごちそうさまでした。美味しかった。ということで、もうすぐ降りる時間なので部屋に帰って荷物をまとめたいと思います。ラウンジからお部屋に戻ってきました。アメニティの歯ブラシありがたく使わせていただきます。こんなに広々とした空間で朝の支度ができるなんて快適すぎて、ここが列車の中ってことをつい忘れてしまいそうです。全然私の家より居心地がいい。住民票を移したくなってきました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京です。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。
東京に到着しました。ということで今日はサンライズ瀬戸に乗って岡山から東京まで移動してみました。いやめちゃくちゃ良かったです。もう部屋が広くてとっても快適でした。前にサンライズ出雲とシングルとソロに乗ったことがあるんですけど、その時はベッドの上でキャリーケース広げたり結構狭くて、それも楽しかったんですけど、でも今回はいつもの2倍ぐらいの広さですごく広々使えてよかったです。あとシャワーカードが入ったのはすごく嬉しかったです。シャワーカード争奪戦に参加しなくてもシャワー浴びれるのはすごいいいなって思いました。でもシングルデラックスは全然予約が取れないので、今回は本当に貴重な体験ができたなって思います。あと乗ってない部屋はシングルツインとのびのびかな、全制覇できるように頑張ります。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバイ。